皆さん、こんにちは。陽介です。今日も見てくださってありがとうございます。今日はちょっとお金の話をします。日本語の勉強と給料の話です。いきなりですが、一つ質問させてください。もし世の中に2種類の求人があるとしたらどう思いますか？求人というのは会社がこんな人を探していますと出す募集のことです。一つは誰でも応募できる求人です。もう一つは皆さんだけが応募できて、他の多くの人は応募すらできない求人です。そういう求人が海外にはたくさんあるんです。それが日本語ができる人だけを探している求人なんですよね。考えてみてください。その求人にあなたが応募します。その時点で日本語ができない何百人もの人はそもそも競争に参加できないんです。まだ何もしていないのにもう有利なんですよね。今日はそういう求人の話をしていきたいと思います。この話をするのに私はちょうどいい仕事をしているんです。今、シンガポールとマレーシアに拠点を持つ人材紹介の会社で働いています。人材紹介というのは仕事を探している人と人を探している会社をつなぐ仕事です。つまり、どんな人がどんな条件で採用されるのかを毎日見ているわけですね。普段は日本からオンラインで仕事をしていますが、先日久しぶりに現地に出張してきました。マレーシアのクアラルンプールとシンガポールを回ってきたんです。その現場で感じたことを今日はお話しします。日本語を勉強していると、時々、この勉強本当に意味があるのかなと思う瞬間がありませんか？漢字を覚えて、文法を覚えて、毎日コツコツやっているのに、これが将来何の役に立つんだろうと考えてしまうこともありますよね。その気持ち、私もよくわかります。だから今日はその疑問に私なりに答えてみたいと思います。では、なぜ日本語ができる人だけを探す求人がたくさんあるのか。まず、その理由からお話しします。大事なのは日系企業の仕組みです。日系企業というのは日本の会社が海外に作った会社のことです。例えば、トヨタやソニーがマレーシアやシンガポールに作った拠点ですね。こういう会社がアジアにはたくさんあります。そして私の会社が採用のお手伝いをしているのもこういう日系企業であることが多いんです。そういう会社は現地にあるのに日本の本社とのやり取りは日本語が中心なんですよね。本社というのはその会社の一番中心になる場所のことです。現地で決めたことを日本の本社に報告する。日本の本社から来た指示を現地のスタッフに伝える。この橋渡しの役割がいつも必要なんです。橋渡しというのは二つのものの間に立ってつなぐことです。川に橋を架けると向こう岸に渡れますよね。それと同じで、日本と現地の間に立って言葉をつなぐ人が必要なんです。そしてそれができるのが日本語ができる人なんですよね。この海外で日本と関わる仕事の多さを私は出張中に肌で感じました。ちょうどサッカーの日本対ブラジルの試合があったんです。クアラルンプールで大勢の人と一緒にその試合を見ることができました。そうしたらそこに日本人が本当にたくさんいたんですよね。海外にもこんなにたくさんの日本人が働いているんだとまず驚きました。試合は前半は日本が勝っていてみんなで盛り上がったんです。
後半は少し残念な結果になってしまったんですけどね。それでも遠いマレーシアで日本人みんなで日本を応援するあの一体感はすごくいいものでした。そしてこの時に改めて思ったんです。海外にはこんなにたくさんの日本人が働いていて、その多くが日本と関わる仕事をしているんだと。つまり、日本語をつなぐ人が必要な場所がそれだけたくさんあるということなんですよね。よく聞くのが、現地で問題が起きて、それを日本の本社に報告するときに日本語が必要になるんですよね。日本の会社は報告や連絡をとても大事にするんです。だから、この間に立つ人がいつも求められているんですよね。では、どんな仕事がこの日本語ができる人だけの求人になりやすいのか。例えば、日本のお客様からの問い合わせに答える仕事や、日本の会社を相手にする営業の仕事があります。日本語の書類を英語などに直す翻訳や通訳の仕事もそうです。それから、日本の本社とやり取りする経理や総務のような会社を支える仕事もあります。こういう仕事は日本語ができること自体が応募の条件になるんですよね。実際、私が見ている求人でも、日本語必須、日本語ビジネスレベルと書かれたものが本当に多いんです。これがさっき言った日本語が話せる人だけが応募できる求人の正体なんですよね。さて、ここからが皆さんが一番気になるところだと思います。じゃあ、その仕事で給料はどれくらい変わるのという話です。日本語ができると給料にだいたい10%から15%くらい上乗せされます。上乗せというのは元の給料にさらに足されるということですね。これは私がたくさんの求人を見てきて感じていることなんです。同じ仕事、同じ役割でも日本語ができる人には少し高い給料が払われることが多いんです。たった1割と思うかもしれません。でもこれよく考えるとすごいことなんです。仕事の内容は同じなのに日本語ができるというだけで毎月の給料が1割高くなります。それが1年、2年、5年と続いたらその差はどんどん大きくなっていきます。この価値がもっとはっきり見える形で設定される場合もあります。それが語学手当です。語学手当というのは言葉ができる人に給料とは別に追加で払われるお金のことです。つまり給料の紙の中に日本語の値段がはっきり書いてあるということなんですね。ただ10%から15%というのはあくまで私の感覚です。仕事の種類やその人の実力や会社によってこの数字は変わります。それに難しい日本語が必要な仕事はそもそも給料が高いことが多いんですよね。だから日本語のおかげで上がった分だけをきれいに取り出すのは本当は難しいんです。でもさっきの語学手当のようにその価値がはっきり見えるものもありますけどね。日本語は給料を何倍にもする魔法ではありません。でも今の自分の給料をしっかり高くしてくれるべきではあるんですね。ただここで大事なことを言わないといけません。日本語ができるそれだけでは足りないんです。これは人を紹介する仕事をしている私がいつも感じていることなんですが、語学ができる、ただそれだけではなかなか採用まで届かないことが多いんです。なぜかというと、会社が本当に欲しいのは言葉ができる人ではなくて、言葉を使って仕事ができる人だからなんです。言葉はあくまで道具です。その道具を使って何ができるのか
そこが問われるんですよね。さっき同じ仕事でも給料が上がる人とあまり変わらない人がいるという話をしました。その差はまさにここから来るんです。例えば日本語を使って人を動かせる人と試験が解けるだけの人では給料が変わってくるんですよね。日本語ができればその仕事に応募することはできます。でも採用されて給料が上がるかどうかはその先の力で決まるんですよね。ここでレベルの話も少ししておきます。じゃあどれくらいの日本語でその仕事に応募できるのということですよね。一つの目安になるのが JLPT の N2 です。N2 というのは JLPT の上から2番目のレベルです。日本語学習をしている皆さんはもちろんご存知ですよね。N2 は新聞やニュースの内容がだいたいわかるくらいのレベルとされています。私が見る求人でも N2 以上という条件がとても多いんです。仕事の基本的なやりとりが日本語でできると判断されるのがだいたいこの N2 あたりなんですよね。もちろん職種によっては N3 で大丈夫な仕事もありますし、逆に N1 が必要な仕事もあります。職種というのは仕事の種類のことですね。でもまず N2 を目指すというのはすごく現実的な目標だと思います。さらに給与を上げていくために面白い考え方を一つ紹介させてください。これは藤原和弘さんという方が言っていた話です。藤原さんは今は教育の世界で有名でたくさんの本を書いている方です。実はこの藤原さん、リクルートという会社の大先輩なんです。しかも私がいたのと同じ部署にいた方なんですよね。私が入るよりずっと前の話なので直接お会いしたことはないんですけどね。その藤原さんがこんなことを言っているんです。どんな仕事も5年から10年真剣に続ければ100人に1人の存在になれます。100人に1人と聞くとすごく特別に聞こえますが、意外と多くの人が届くレベルなんです。でも、ここからが面白いんです。その100人に1人のスキルを2つ持つとどうなるか。100分の 1×100 分の1で1万人に1人になるんです。1万人の中のたった1人なんです。これはかなり希少な存在なんですよね。希少というのはめったにいないという意味です。藤原さんはここにもう一つ掛け合わせれば100万人に1人になるとも言っています。100分の1が3つで100万分の1というわけですね。でもそこをいきなり目指さなくてもいいと思うんです。まずは2つを掛け合わせて1万人に1人を目指せばいいんです。それだけでも皆さんはかなり特別な存在になれるんですよね。そしてその2つのうち1つに日本語を選べるんです。例えば日本語で100人に1人になれます。そして営業や人と接する経験でも100人に1人になれます。この2つが掛け合わさるだけでもう1万人に1人なんですよね。そしてこの2つ目の人と接する経験というのは日本語ととても相性がいいんです。なぜなら日本語の勉強が一番生きるのは人と関わる仕事だからです。営業やお客様を助ける仕事やみんなをまとめる仕事です。こういう仕事は言葉のやりとりそのものが仕事の中身となります。相手の気持ちを汲み取る。わかりやすく伝える。信頼を積み上げる。これは全部言葉でやることですよね。だから日本語を
一生懸命勉強してきた人ほど、こういう仕事で力を発揮できますよね。では、今日の話をまとめたいと思います。今日一番お伝えしたかったのは、日本語はただの加点じゃないということなんです。もちろん、日本語ができると、給料が10%から15%高くなって、語学手当のように目に見えることもあります。大事なのは、日本語ができることで希少な存在になれるということです。日本語を掛け算の一つにできるので、価値が一気に上がるんですよね。100人に1人を2つ持つだけで、1万人に1人の存在になれるんです。その一つに日本語を選べるというのはすごく心強いですよね。日本には芸は身を助けるということわざがあります。芸というのは身につけた技術のことです。何か一つしっかりした技術を持っていると、いざという時にそれが自分の生活を助けてくれるという意味です。日本語もまさにその芸の一つだと私は思うんですよね。皆さんは仕事や給料のためだけに日本語を勉強しているわけではないと思います。でも、どんな理由で始めたとしても、日本語を身につければ選択肢は必ず広がります。もうそれを実感している人も多いかもしれません。今日は毎日たくさんの求人を見ている私からその実感をお話ししました。今勉強が大変で心が折れそうな時もあると思います。でもその一歩一歩が皆さんにしか応募できない仕事へとつながっていくんですよね。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come what may. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with